今回ご紹介する、新池、ですが、同名のダムは、国内で10基を数え、さらに、愛媛県内には3基もあって、非常に紛らわしいダムです。シャープ27では、愛媛県四国中央市に、建設されている、新池をご紹介します。ちなみに、それぞれの型式はご覧のようになっていますが、池、と名前が付くだけあって、ほとんどアースダムですね。その中で、新池、グループとしては、珍しい、重力式コンクリート型式である。今回取り上げる新池とは、一体どんなダムなのか見ていきましょう。さて、ダムに着きましたが、すでに時刻は17時を過ぎて、暗くなっています。並行して、四国88カ所の巡礼も行っていたので、遅い時間になってしまいました。当時、ダムビンランの型式は、アースダムとされていて、アースダムなら暗くても、ささっと済ませちゃおうと考えていたところ、突如現れた重力式に興奮し、暗くなるのも気にせずに、撮影を行っていました。新池は、愛媛県四国中央市上分町、金星川水系に建設された。抵抗 17.8 メートル、低長長 110.0 メートルの重力式コンクリートダムです。紅葉用水を目的とし、四国中央市水道局が管理を行っています。当地には、新池という灌漑用のため池がありましたが、吉野川水系銅山川の新宮ダムの建設と同時に進められた新宮紅葉用水道の調整地のため、重力式コンクリートダムとして生まれ変わり、1975年に竣工となっています。また、新宮ダムからの送水で発電する銅山川第三発電所の流量変動を調整するための逆調整地としても当ダムは機能しています。金星川水系とありますが、実際に川をせき止めているわけではなく、調整地への流入は、ほぼ、銅山川第三発電所からの水となっています。そして、調整地から新宮排水管理事務所を経て、市内各所の工場へ、工業用水の給水を行っています。ダムには、余水場機が設置されており、新池ダム管理規定によると、余水場機からの放流は、金星川下流の水位が、急激な変動を生じないように、との記述がありますので、どこかに金星川への放流口があると思われます。しかし残念ながら、そのあたりの資料が見つかりませんでした。調整地への流入分となる、新池の1日あたりの取水量が28万3000立方メートルで、そのうち各所への給水量が1日あたり26万3000立方メートルとなっています。新池からの給水は市内の38工場のうち34工場と最も多く行われています。一つの工場で複数の水系や事業からの給水を受けているのは面白いですね。というわけで、前日は暗くなっていたので、翌朝に撮り直しに来ています。2016年の訪問時には、ダム直下の公園に遊具が設置されていました。この時も相変わらず、暗い時間に訪問していますね。実は2019年には、明るい時間帯に訪問して、動画撮影までしていたのですが、例の車上荒らし事件により、データが消失してしまいました。こちらはダム直下です。重力式ダムに見られる、洪水場機や、ゲートはありません。左岸側から天場の様子。軽ならば車の通行は可能なようです。翌朝に来てみると、前日の水量が嘘のように、減っていました。こちらは前日の様子。朝になって各工場に、給水を、行ったからでしょうか。そして、なんとこれが余水場機になります。
発電ダムの取水口にしか見えません。水位が上がってもこの位置なので、ほとんど使われないのかもしれませんね。余水場機に入った水は、どこへ行くのか気になります。右岸側から見た取水口です。車と比べると大きさが、わかりますね。ここで取水された水は、下流にある新宮排水管理事務所へ送られます。右岸側の堤体の様子。ゲートがないので、安部ダムや、脇ダムのようです。新宮ダムからの、流入があった前日と、違って、波一つない静かなダム湖です。左岸側から見た前日の、取水口には、ここまで水がありますが、翌朝には、こんなに減っていて、揚水発電のダム湖のように、落差が激しいですね。ダム湖はこじんまりとしていて、周囲はコンクリートで覆われています。周遊する道が、散歩やジョギングに最適なのか、地元の人々に人気なようです。新宮公用用水道の放水口です。朝の訪問時には、放水がありませんでした。新宮ダムから、銅山川第三発電所経由で、導水されて、新池に流入します。前日には、かなりの勢いで放水されていて、ダム湖全体が波立っていました。ここから1日あたり、28万3000立方メートルの水が流入しています。ダム湖の総貯水量が、19万8000立方メートルと、流入分の約 70% の貯水量ですが、貯水より、調整が目的であり、また、公用用水の給水として、流出するので、問題はないようです。もともとのため池から、現在は大幅に姿が変わった新池ですが、例えるなら、自然いっぱいで、のどかなため池の時を、生身の体だとすると、現在は、コンクリートと機械のゲートで、強化されて、サイボーグ化した感じでしょうか？まあ、そんな勝手なイメージに関係なく、散歩コースになったり公園があったりと、少なくとも新池は、地元の人々の憩いの場の、一つではありますね。ダム湖は、波立つような激しい時、穏やかで静かな時もあって、そのギャップもまた、魅力の一つではないでしょうか？そんな様々な見どころが、この小さなダムに詰まっていると、感じました。次は、動画撮影も兼ねて、ちゃんと明るい時間に訪ねたいと、思います。ご視聴、ありがとうございました。